皆様こんにちは。今回は Amazon で売ってる洗車後の拭き上げが10倍早くなるコスパ最強のブロワーをご紹介します。最近の車ってこういうフロントグリルが穴だらけで、洗車後にタオルで水滴を拭き上げようとしてもめちゃくちゃ時間かかりません？僕の乗ってるスイフトスポーツのフロントグリルもこんな感じで、この細かい穴を一個一個丁寧に拭き上げるのがめちゃくちゃめんどくさいです。全部きれいに拭き上げるのに15分ぐらいかかっているところ、ブロワーを使えば秒で終わりますので、洗車後のめんどくさすぎる水滴拭き取りの時間を大幅に短縮することが可能になります。今回僕が買ったブロワーはこちら。Amazon ベストセラーでレビューの数が2800もあるブロワーになります。こちらのブロワーがなぜコスパ最強かというと、もう一つブロワーでベストセラーのものがあって、それは工具で有名なマキタのブロワーになります。こちらのマキタのブロワーは本体だけで8200円ほど、充電器とかは全部別売り、本体だけ買っても使えません。なので本体、バッテリー、充電器全部揃えると軽く2万ぐらい超えてきます。それが今回紹介するキモのブロワーだと、本体、バッテリー、充電器全部込みで8500円です。実際に水滴を吹き飛ばす映像がこちらになります。結構風量が強いので、こんな感じで水滴全部飛びます。箱を開けるとこんな感じでブロワーが入ってまして、この黒い袋をブロワーに装着すると簡単な掃除機として使うこともできます。バッテリーの充電の仕方は、充電器にバッテリーをはめるだけで、充電中は赤色のランプが点灯して、充電が完了すると緑色になります。バッテリーを満充電するのに約1時間ほど、ブロワーの連続使用時間は15分ほどです。車1台であれば十分ですね。先ほどお見せしたフロントグリル以外にも大活躍する場所があって、それはホイールですね。ホイールのナットの穴のところにめっちゃ水溜まってると思うんですけど、完全に吹き飛ばせます。ナットの穴のところって狭すぎてタオルで拭き上げしにくいと思うので、こういう風に風で飛ばして乾燥させればめっちゃ楽です。あと皆様、洗車後に拭き上げ忘れがちなトランクの隙間、洗車したら結構な水が残ってると思います。そういう水もブロワー使えばきれいに飛びます。こういうドア下のところやドアの隙間などもタオルだと拭き取りにくいんですが、ブロワーだと一発です。もし車に撥水コーティングなどしていたら、ブロワーだけでほぼ拭き取り終わると思います。さらにこういう謎の隙間、こういう隙間の拭き取りを忘れることで、30分かけて完全に拭き上げたと思ってドライブして、後で見たらなんか水のシミがこういう隙間から出てて、シミができてたなんてことめっちゃあると思います。そういう謎の隙間の水滴もブロワーで飛ばすことで綺麗に拭き上げできるので、もしまだブロワーを使ったことない方、ぜひ一度使ってみてほしいです。ただ1点デメリットもありまして、音が少しうるさいです。トリガーを握る量で風量は調整できるんですが、最強の状態だとまあまあうるさいので、夜に使うと近所迷惑になりそうです。例えるなら掃除機ぐらいの音量ですね。ただその分洗車の拭き上げの時間が大幅に短縮できるので買ってよかったですね。ブロワーを買う前はホームセンターとかで売ってるエアダスターでちまちまやってましたが、エアダスターと違って圧倒的な風量ですし、充電して何回も繰り返し使えるのでエコで SDGs ですね。今回紹介したキモのブロワーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひどんなものか他の人のレビューとか読んでみてください。他にもよく似たブロワーはありますが、同じ価格帯だと有線のが多くコンセントにつながないと使えないのが多いんですが、こちらのブロワーはバッテリーでワイヤレスなので、賃貸済みで家で洗車できない方でも持ち運びができて洗車場でも使うことができるので、ここまで便利でコスパのいいものはこれぐらいだと思います。以上、 Amazon で売ってる洗車後の拭き上げが10倍早くなるコスパ最強のブロワーでした。僕のチャンネルではスズキ、スイフトスポーツやカーグッズレビュー、Vlog など幅広く動画を公開していますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけると大変幸いです。それではまた次回の動画で。ありがとうございました。